さて、こちらキッチン。まだ朝8時、7時になってない。このね、本場のフランスではこんな時間からやってる店ありませんわ。なので何かを7時からだったらありそうだよね。カフェは開いてるかも。いやでも8時ぐらいのイメージだけどな、こっち。カフェでもマジで木金は、つまり今日明日は好き放題食べるというのを決めましたので、こちらなんとですね、先日のオーストラリアでお世話になったということで、こちらのバイタスと、さらにはバルクスのプロテインを、金チョさんとバンババン、改め KB さんからいただきました。あっすということで、これを食べればいいんだ今。何味がいいか。何味なの？バナナ、キウイ、ピーチ、チョコレート、ミックスフルーツ、イチゴ、マンゴー。ミックスフルーツうまそうじゃない？ちょっと気分違うんですね。バナナの気分なんですけどね。そうなんですね。これをね、一旦さらっと流します。フランスは水全然綺麗なんだよね。フランスは水飲めるらしいですよ。いいね、使い切りタイプ。そしてこの冷蔵庫に、ヨーロッパっぽいでしょなんでヨーロッパってピリンなんだろうね。なんでだろうね。多分水道水だろうけど。これでカフェがあくまでしのぎます。シェイカー忘れちゃったんだよな今回。あ、そうなの。それでなんとかするしかない。それは金さんありがとうございます。さあ、あちらが駅。こちらね、シャティオン・モンルージュ駅の周辺なんですけど、いわゆるメトロの13番線終点の駅なんですが、さらに南へ行ってですね、メトロもないようなところまで歩いて行ってみようと思います。トラムも走ってるんだ。いろいろ移動手段ありそうだな。キックボード。いやでもいいですね。このパリの中心地から離れた、それでいて若干ね活気のあるエリアなんじゃないかなと思います。今はね朝なんでお店が全く開いておりませんけれども、あそこはマクドナルドもありますよ。孫さん大歓喜。昨日ね若手みんなでマックに行って、で孫さんにも何か買っていきましょうかってことで、そういうやり取りが LINE であったんですけど、孫さんはクォーターパウンダーを頼んだところ、なんとマクドナルドが閉まっていて、でじゃあバーガーキング行きますけど何か買っていきましょうかって言ったところ、じゃあいいって、どんだけマック信者なの。このねシャティロン・モンルージュ、僕はですね10年以上前に、こちらに滞在して、パリの大会出たりとか、次の週にドイツでも大会があるっていうタイミングでここのエリアにねよく滞在させてもらったんですけど、だいぶ事情が違うよねきっと。あの頃からフランスの政策とかも多分変わってね、今ね移民がたくさん来ているっていうことで、我々日本人はちょっと肩身が狭くなっているかもしれません。そこら辺ね気をつけながら、
報道していきたいなと思います。あ、これはトラムの駅なんだね。トラムはまだこっから南へ伸びてるんだね。中央に、分離帯の形でトラムが走るゾーンがありますね。そしてその左右に、車が走るところがある。あれ、一通なのかな。この道路はどうやら、いや違うな。奥側の道路はどうやら片道一車線の普通の道路だ。こっちは、この手前側は自転車だ。自転車とかバイクが走るところになってるんだね。向こうからキックボードか、あれは電動キックボードですね。これはなかなか良さそうなパン屋さん。ボーランジェリエビクター・ヒューゴ。ここでパンでも買ってみましょうか。クロワッサンでございます。でかい。ビクター・ヒューゴベーカリーでした。やばい、大量にケーキを買い込んでしまいました。アップルパイ、なんかわかんないけどちょっとチーズケーキっぽいやつ、チョコレートエクレア、さらにはオペラ、チョコレートのですね、ケーキですね。その4点を、買ってキロにつくという感じでございます。もっと買っとけばよかったかな、パンとか。Google マップでも調べたところね、結構いい点数がついてたところなので、地元に愛される、パン屋さんじゃないかなということです。コーヒーも美味しいし。いや、せっかくのパリですからね。しかもその大会前に僕来ることが多くて、その時だと、現地の料理とかそんなに、食事制限しちゃうんで食べれない時あるんですが、今ならまだいけるということでね、楽しんでいきたいと思います。さあ、買い物から戻ってきて、現在バレルカップスタートです。時々プレゼンツバレルカップ、なんと、上位入賞者には私が N 個買った豪華ケーキが贈呈されるということですよね。なので皆さん負けちゃってもね、諦めないで、僕の N の個数によっては全然もらえるから。さあ、バレルカップの商品はこちらです。僕が朝買ったパン屋さんで買ったケーキ4種。やはり優勝者がね、俺が目をつけてた。私はこれでオペラってやつなんですか？オペラって日本でも聞かない？チョコレートのケーキですよ。あ、そうなんですね。結構総称なんだ。そう。はい。バエル。いかがですか？詰まりっぷりがやばいわ。生地の。ふわふわなケーキもあるじゃん。はい。スポンジケーキみたいな。これ違う。なんだろう。例えるなら、中性子星みたい。例ええぐ。そのぐらい詰まってます。ブラックホールできちゃう。ブラックホールまではいかない。プリンでーす。わかんない。カスタードっぽい。1位の。アップルパイです。いただきます。ああ、これチーズケーキ？いや、
プリンさ、あ、プリンっぽい。カスタード。あ、美味しい。なんかシナモン。まあアップルパイシナモン結構入ってるけど、シナモンのなんか香りがすごい。それタイプ。なんかいやでも機械あ、なんかそうだ。チャーシューみたいな、じゃあ、キノコみたいな上に乗ってるリンゴかな。うまいっす。いただきます。 4位なんですが、いただいたのでエクレアもらいます。いただきます。あ、オランジェこれね、プリンみたいなやつ。プリンですね。うまそうだ。超詰まってる。だから中が届けてるから。カスタードじゃなくて、気をつけろ。まで。チョコクリームかな。すごいぎっしり。うん。アップルパイはよくね、うちの母が作ってくれたの。おしゃれ。魔女の宅急便のニシンのパイをはいはいはい作ってくれたようなあんなでっかい、なんていうの、カラフルな鍋っていうの。すごっ。そう。私ニシン苦手なのよねとか言ってなんか受け取る人が。でも俺はアップルパイ大好きです。すごい。こっちすごい。中性姿勢いやマジでなんかみちみち。てか味の濃さがすごい。これうまいわ。ウォーターベッドみたいな。なんでその難しさに挑戦するんだろう。ウォーターベッド。ウォーターベッド、なんか噛んだ瞬間ウォーターベッドを感じましたね。このケーキはいくらぐらいの価値なんですか。1個はい。700円ぐらいだと思う。それはだから4ユーロ。ユーロだとそうですね。4ユーロぐらいか。それだと日本のちゃんとした店でもそれ。でもなんかボリュームが違います。うん。確かにね。そんなハイパーな人かな。さあまだ開いてません。このね隣駅のシャティロン・モンルージュから歩いてきたマラコフ・ル・エッシェンテ・ドレで、こちらの駅でですね、どうやら疑わしい荷物が、どっかの車両かなんかで見つかったらしくて、その危険物っぽいのを撤去してから開きますよということでございます。で、再開予定は約10分後というふうにね Google マップは教えてくれたので、こちらで少し待ってみようと思います。さて、エスカレーターがある。ありがたい。さあ皆さん、パリはねスリに気をつけてください。はい。スマホも持っておかないと。こういう風に注意してた R さんが飲み物のストローだけすられるということをね経験しているので、粋な釣りもいるんですよ。気をつけろよっていうことでしょうね。さあ、来た。このねメトロの最大の特徴として止まる前から開きます、ドアが。あれ空いてるね。そりゃそうか、始発か。いやー、もうプロテインバーなくなってたわ。やられたわ。誰？空港職員。いや、分かんない。さっきのたくさん人がいたところが結構怪しい。プロテインバーのみ。多分机の上に置きっぱなんだろう。でもなんかあっち早いっす。あれなんだろう。あれ新幹線。的なやつですかね。パリは新幹線もフランスはあ、そうなんですよ。充実してます。去年ブリュッセルの大会行った時にベルギーパリまで来て、そこから新幹線で行った。だからこれマジで閉まる前から開くから。 Malakoff, plateau de vente. あ、変わってる。もうアップデされてる。あとしかも前に来た時は
このタイプの押すボタンじゃなくて、なんかね、鍵みたいなのがドアについてて、それを引っ張っとくと開くっていう。車両によりそうっす。うん。これ何駅？もうそろそろ。ちょっと待ってね。どうなってる？あ、そうそう、今この駅が終点なんですけど、これが工事中で、この駅から俺ら歩いて LC 級会場行こうとしたのに、ここもやってないの？やってないじゃん。俺らが乗る駅もやってなければ、ポートでバンブスここもやってないじゃん。で僕らの今の目的地はここです。モンパルナス。さて、モンパルナス駅までやってまいりました。ここね、パリの駅はね、弾き語りの人とか結構いるんだけど、まだ空いてません。なんかやってない？弾き語りやってない？聞こえるよ、曲が。導かれるように。お、やってるじゃん。あれ、ちょっと待って。出口は？これ出口？あ、出口だ。恐ろしいのは別に駅構内だけじゃなくて、電車の中でやってる人もいるから。さあアメリカとかでもあるよね。歌ってるんですよ。うわ、これ入り組んでるな。どこ？出口。あ、こっちだ。これは入り口か。これ出口。駅めちゃくちゃ入り組んでますね。はい、こちらのモンパルナス駅は日本でいうところのどこら辺なんだ、新宿とか東京駅ぐらいなんかいろんな路線が、ここのモンパルナス駅に入っていると、乗り換えの要所ですよ。で、まずここから、地上に出て、フナックを探しに行きたいんですが、なんか入り組んでるためか外に出るまでにかなり時間がかかりそうです。さて、ようやくモンパルナスの駅を脱出することができました。ここからフナックへ向けてですね、練り歩いていきたいわけなんですけれども、フナックはこちらの方向ですかね。平和の象徴の鳩がたくさんおります。パンが下である。そう、これがパリの建物ですよ、皆さん。すごい。おお、これはパリってる。パリっぽいでしょ。すごい。もうなっとさあずっとこっち来てから浦和と変わらんすねしか言わなかった。どう？浦和っぽい？いや、だいぶ上のっぽい。あ、上の上のうわー、まあ確かにな。とか多いしな。ただでも建物のデザインは違うんじゃない？あ、でも上のっぽさはある。上野は確かに多分こっちに影響を結構受けてる気がする。美術館多いし。ああ、確かにね。ヨーロッパとかには結構影響するんですよね。ゴミ箱はね、至る所にあるんだよね。ゴミ箱があると逆にゴミ箱からゴミが溢れちゃうから、みんな持ち帰るようにしましょうっていうのが最近の日本の作戦ですよね。でもこっちは多分ね、パリってゴミ捨てられて汚いっていうイメージあるじゃないですか。それを解消すべくここ最近のゴミ箱をたくさん置く作戦なのかもしれませんね。甘くありますね。溶け込むようにしてるね、建物に。マック？バックに確かに強調が少ない。いわゆる赤とかをそうだね。基調としてしまうと怒られるんだ。京都もそうで、吉野家とか色ちょっと違うんだよ。ちょっと渋めになってんだ。そう、渋めになってたりとか。
唐シックな感じ。さて、電源の買い物は若手のお店で、今日、町のパン屋さんに行ってみました。こじんまりとしてはいますが、お客さんもたくさん入られてね、なかなかの名店じゃないかなと思います。さあ、そこでですね、温めてもらったこちらのチーズが多分入ってたパンじゃないですか。これがなんと、2ユーロ2ユーロちょいだ。熱いです。うん、むくっ。塩っ気がありますわ。朝はね、クロワッサンとパンオショコラだったから塩分が取れてなかったんですよ。前でかいね。さあこれでね、海外で若手が言葉も通じないまま、ちゃんと目的のものが買えるかどうかというですね、クエストを乗りこなしてくれることを祈っております。やっぱりね、僕はニュートンの松田店長に一番最初に渡米した時にいろいろね、注文してもらって、こういう買い物とかも経験させてもらったんで、だからこそ今があるっていうふうに思えてるんで、若手もね、しっかり食らいついてきてほしい。頑張ってくれ。